こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。私はエリです。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。もうすぐ12月ですね。日本はだんだんと寒くなってきました。今朝、私が住んでいるところの気温はマイナス1度でした。私は寒いのが苦手です。なので、朝起きるのがちょっと辛かったです。もうすっかり冬ですね。さて、今日の話題は温泉です。温泉。皆さんは温泉に入ったことがありますか？私は冬になると温泉に入りたいなと思うことがあります。温泉に入ってしっかり体を温めたくなります。やっぱり家でお風呂に入るよりも温泉に入った方が体がよく温まります。湯冷めがしにくいです。湯冷め。湯冷めとはお風呂に入った後に体が冷えてしまうという意味です。家でお風呂に入ると湯冷めしやすい。でも温泉に入ると湯冷めがしにくいです。日本には温泉がたくさんあります。私の家の近くにもいくつか温泉があります。温泉が湧く場所を源泉と言います。源泉。源泉は地面から温泉が出るところです。日本には源泉が約28,000あるそうです。日本には地面から温泉が出てくる場所が28,000くらいあるそうです。そしてこの数は世界で一番だそうです。私は日本は温泉がたくさんある国だと思っていました。でもまさかそんなにあるとは思いませんでした。だからびっくりです。皆さんの国には温泉はありますか？私はあまり知らなかったんですが、調べてみると温泉がある国って結構あるようですね。私は少し前に YouTube であるヨーロッパの国の温泉の動画を見ました。その温泉はプールのようにとても大きかったです。そして混浴でした。混浴は男の人と女の人が一緒にお風呂に入ることです。そしてその温泉に入っている人はみんな水着を着ていました。なんだか皆さんプールに入っているような楽しそうな感じでした。その動画を見て海外の温泉は日本の温泉といろんな違いがあるなと思いました。まず一般的に日本の温泉は男の人と女の人は別に入ります。一般的に日本の温泉は男女別です。男女は男の人、女の人
という意味です。だから日本では混浴の温泉は珍しいです。日本には混浴の温泉はあるんですが、かなり数は少ないです。そして日本の温泉は裸で入ることが多いです。水着を着る人はいません。そしてマナーとしてタオルをお湯の中に入れるのはあまり良くないです。でも混浴できる温泉は裸では入りません。混浴のできる温泉では水着を着たりタオルで体を隠して入ります。私は裸で温泉に入るのはちょっと恥ずかしいので、いつも温泉に入るときは人が少ない時間に入っています。そして日本の温泉はお湯の温度が熱いです。ですから長い時間温泉には入らない方がいいです。なぜかというと、長い時間温泉に入っているとのぼせてしまうかもしれないからです。のぼせるとは頭がふらふらしたりぼーっとするという意味です。つまり気分が悪くなってしまうという意味です。だから日本の温泉に入るときは長い時間入らない方がいいです。あとは日本の温泉は泳いではいけません。静かに入浴することがマナーです。入浴はお風呂に入るという意味です。でも日本の温泉は泳げるほど広くないですけどね。今の日本では観光やリラックスのために温泉に入る人が多いです。例えば綺麗な景色を見ながらゆっくり温泉に浸かります。そうするととてもリラックスできます。毎日忙しかったりストレスが溜まっている時に温泉に入りたいなと思う人が多いです。今の日本ではそういう目的で温泉に入る人が多いです。でも昔の日本はそうではありませんでした。昔の日本は病気や怪我を治すために温泉に入る人が多かったそうです。昔の日本では健康のために温泉に入る人が多かったようです。なぜかというと、温泉には体にいいものがたくさん入っているからです。ちなみに温泉で怪我や病気を治すことを湯治と言います。湯治。湯治は湯という漢字と治すという漢字を使います。湯治は温泉のお湯で病気や怪我を治すという意味です。このように温泉は体と心にとてもいいです。なので毎日入れたら最高ですが、温泉に入るにはお金がかかります。大体なんですが、値段が安い温泉だと1回500円かかります。高いところでは1回1000円以上します。だからもし毎日入ったら1ヶ月で最低15000円以上かかります。これは私にとっては高いです。
お金持ちだったら毎日温泉に入れますが、私はお金持ちではありません。でも家で温泉のようなお風呂に入ることができます。皆さんは入浴剤を知っていますか？入浴剤。入浴剤。入浴剤とはお風呂の中に入れる薬みたいなものです。でも怪しい薬ではありません。入浴剤は日本ではどこでも買えます。入浴剤はスーパーや薬局、ドラッグストアなどで買えます。コンビニはどうだったかな？入浴剤はコンビニでも買えるかもしれません。でもとにかく入浴剤は日本人にとってとても身近なものです。で、入浴剤には温泉のような体にいい成分が入っています。そして入浴剤はいい香りがします。だから体にも心にもいいです。私の家では疲れた時、リラックスしたい時、寒い時にお風呂に入浴剤を入れます。日本の入浴剤は本当にいろんな種類があります。だからこれも日本の文化だと思います。海外では入浴剤はどうなんでしょう？皆さん使えますか？日本人は温泉が好きな人が多いですし、お風呂の時間を大切にする人が多いです。それでは今日はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。では今日も良い一日をお過ごしください。